1問目。貧乏になる人は失敗を恐れ、金持ちになる人は計算したリスクを取る。計算してリスクを取るんですね。貧乏になる人は失敗を恐れ、金持ちになる人は計算したリスクを取る。さあ皆さんどっちですか？いつも失敗するの怖いな、失敗するの怖いなってよく考えてみと。もうすでに失敗してるからお金がそんなに大してないんだろうと。すでに失敗してるから今の現状なんだろうと。何これ以上に、今の現状が失敗なのに何を失敗を恐れてるんだって、すごく小さな声で思うけど大きな声で言ってきますね。はい。貧乏になる人は失敗を恐れ、金持ちになる人は計算したリスクを取る。さあ皆さんはね、プラス1ですかマイナス1ですかどっちですか？はい。じゃあ次いきますよ。もしよかったらね、チャットの方にね、マイナス1だった、プラス1だった、みたいな感じで書いていただくといいと思います。全部で、ね、7問になっております。だから最大でプラス7点、最低でマイナス7点となっていきます。はい、プラス1ありがとうございます。では次行きたいと思います。耳が痛いマイナス1。はい、だからお金がないんですね。はい、次行きたいと思います。貧乏になる人は弱みに注目し、金持ちになる人は強みに注目する。さあ、いかがですか？さあ、いかがですか？例えばね、今ね、私はね、コーヒーを手元に持ってるんですけども、直前にね、またスライドをちょっと作り変えたりとかしててね、夫にね、コーヒー作ってとかね、このライブするための高さをちょっと出してほしいから、どうしたらいいとかってね、口だけ出していろんな人を動かすんですけども、私は口だけ動かす人だったりとかするんで、これがね、私の強みだったりとかするんですよね。2問目でプラマイゼロ。なるほどですね。マイナス1、プラス1もプラス1ですね。ありがとうございます。では次行きたいと思います。貧乏になる人は恐怖で何もできなくなる。金持ちになる人は恐怖に負けず行動する。どっちですか？貧乏になる人ほど怖いよ怖いよって失敗をされてね、恐怖で何もできなくなり、結局何もやんないんですよ。金持ちになる人は恐怖に負けず行動するということをやりますね。マイナス1プラス1ですね。はい、プラス1ですね。では次行きたいと思います。貧乏になる人は時間で働き、金持ちになる人は成果でお金を得る。これはね、会社員の人は時間で働いてる人。でも会社員でも外資系でフルコミッションとかね、フルコミットとかでね、完全成果報酬の方もいらっしゃると思うんですけれども、基本的にはね、会社員の方はね、時間で働いてますよね。パートタイムとか、アルバイトとかっていうのも時間で働いてますよね。金持ちになる人は成果でお金を得るので、例えばね、起業家で、例えば3000円でワンセッションやりますと、時間で働いたりとかしてるわけですからね。起業家だから成果でお金を得てるわけではないですよね。さあ、いかがですか？貧乏になる人は時間で働き、金持ちになる人は成果でお金を得る。さあ、皆さんいかがですか？どちらでしょうか？プラス1とかマイナス1とかね、そんな風に書いていってくださいね。後半いきますよ。じゃあ後半3問です。貧乏になる人は万年準備中。これ多いんだよね。今からやるよ。今からやる。起業とかね、なんとか勉強中とか、なんとか準備中とか、よくあるやつ。マジ貧乏になるからやめなって思うんだけどね。なんとか講座受講中。その準備中看板マジやめいって思うんですよ。ありませんか？なんとか講座受講中。やめてくださいね。それ準備中になりますからね。見る人が見れば準備中の看板掲げてんなっていうふうに思いますので、なんとか講座受講中とか、なんとかの資格勉強中。やめてください。それね、貧乏になる人万年準備中ですからね。金持ちになる人っていうのは学びながら行動し成果を出すんですよね。学びながら行動し成果を出すっていうことなんですよね。3問目プラス1。はい。プラス1マイナス1。万年準備中。はい。万年準備中いませんか？なんとか講座受講中多いんですよね。もうやめてその貧乏っぽいのっていうふうに思うんですけども、本人気づいてないから、そっとね、ここで小声のような大声で言ってきますね。そういう人ほど見てないですからね。で、次行きたいと思います。貧乏になる人は知ってるといい。金持ちになる人は何でも学ぼうとするんですね。そう、ちょっとさっき戻るんだけれども、その渦中にいる人って気づかないんですよ。万年準備中、なんとか講座受講中、3つも4つも書いてるわけですよ。よく考えてごらん。皆さんが教わってる人とか、例えば私とか、なんとか講座受講中って書かなくないですか？不思議なもので、なんとか講座を開催してる人が自分の受講生になんとか講座受講中というふうに書かせるんですよ。なんでだと思いますか？これ、奴隷と支配する側の仕組みですからね。なんか言われたからそうしてるって何も考えずにやってるかもしれないですけど、よく考えてみてください。金持ち側の人受講中の看板掲げてないですからね。そうじゃないですか。ね、そうじゃないですか。金持ち側の人、主催側の人、受講中絶対書いてないから。はい。奴隷と支配者のね、あれだからね。そうでしょ？よく考えてみ、受講中とかね、勉強中とか書いてる人いるじゃない。それ支配者側の意図だからね。金持ち側が絶対書いてないからね。じゃあ次行きますね。そう。貧乏になる人は知ってるって言ってね。金持ちになる人は何でも学ぼうとするんですよ。なんか知ってるなと思いつつも、例えばなんか、パークさんだったらどういうふうに考えてるのかなみたいな感じで学ぶ姿勢を持ってるっていうことなんですね。そう、だから私、みんなに受講中ってかけて一言も言ってないはずなんですよ。言ってないでしょ。なんでかって支配者と奴隷の構成だとか分かってるから。私は別にみんなのことを支配したわけじゃないからね。みんなも一緒にお金持ち側になってほしいと思ってるから、そういうね、支配と奴隷の構造を私は絶対に作りませんね。で、次行きたいと思います。貧乏になる人は、お金、行動、人間性だと思い、金持ちになる人は、人間性、行動力、お金だと知ってるんですよ。わかりますか？この違い。不思議なもので貧乏マインドの人って、お金があれば行動ができて人間性が良くなると思ってるんです。そうじゃないですか。貧乏になる人はお金があれば行動ができて人間性が良くなると思ってるんですよ。ありませんか？お金があればこの受講できたのにとか。
お金があれば子供をなんとかできたの。そういう人ってね、本当に貧乏マインドなんですよね。でも金持ちになる人はどれだけ人間性を豊かにすることで、そこに一緒に行動力が伴いお金になっていくっていうことを知ってるんですよね。だから一番最初の起点っていうのは自分の内側、マインド、心、人間性ってことをよくわかってるから、結局こういう自己啓発みたいなことを学び続けるわけなんですよね。だから、お金を理由にする人って、もう一生貧乏なわけなんですよ。で、よくあるかもしれないけれども、お金ができたら受講しますっていう人、マジずっとお金ないからね。私も8年前までね、クーポン握りしめた、自営品クーポン主婦だったんだけれども、その時もね、やっぱりね、いつも赤字運営だったから、手元にそんなにお金がなかったんだよ。受講したいものがあるっていう、コーチングを学びたいというふうに思ったんだけど、お金なかったんだよ。でも、どうしても受けたかった。どうしても自分の人生を変えたかった。今この瞬間から変えたかった。なぜならば、1年後、2年後、3年後、5年後、10年後、今と同じ状況というのはとてつもなく嫌だったんだよね。だから、とてつもなく嫌だったから、どうにかしたい、どうにかしたい、どうにかしたいって思った時に、子供のね、通帳にお金があることをふと思い出したんだよね。そこからね、何が何でも借りろっていうことを言ってるわけじゃない。ちゃんと計画を立てたわけ。私ね、それが8年前だから、子供が3歳の時かな。子供が大学の時のためにじいじばばが貯めてくれてたようなお金だったんだけれども、あと15年あったらね、子供の大学に行くの15年あったら、私は週に3回深夜のコンビニに行ってでもやれば、私はこのお金100万円は返せるなっていうふうにちゃんと計算したんだよね。だから、何でもかんでも借りろとかちょうだいとかって言うっていうことじゃなくて、ちゃんと自分の人生の計画をした時に、この、例えば受講費とかがペイできるかってことをちゃんと考えるんだよね。だから、お金があるから学ぶんじゃなくて、学ぶためにお金を作るってことをやるっていうことなんだよね。だからそれね、すごく重要なんだよね。お金があるから学ぶんじゃないんです。学ぶと決めて、じゃあ学ぶためにどうやったらお金を作れるか。で学び続けたいからお金を作るってことを最初はやり続けなきゃいけないわけなんですよ。じゃあ行きたいと思います。さあ、何点だったでしょうか。全部で7問でした。さあ、皆さんね、じゃじゃん、出してくださいね。まあまあね、もう子供の貯金最初使うよね。さあ、何点でしたか？何点？さすがです。マイナス6。別にこう現在地把握だから、ダイエットと一緒だよね。例えば、100キロだからお前ダメだなとか、マジで全然言わないわけですよ。100キロなんだねっていう風に気づくことが重要なんですよね。なので、マイナスだろうが、皆さんをジャッジするようなこととか責めるようなことでは言いません。だからダメなんだよぐらいはね、言います。ごめんなさいね。だからね、何点なんだろうな、今の自分の状態はどんな状態なんだろうなっていう風に気づくこと、すごく大事ですからね。いいですね。マイナス2、マイナス1、マイナス5、5点、プラス3、現在地把握できましたね。では次行きたいと思います。でね、お金音痴の人って知ってる止まりなわけなんですよ。お金音痴の人って知ってる止まりなんです。じゃあこれがね、どういうことかっていうと、知ってる、やってる、できる、教える。これね、全然違うんですけれども、この知ってる、やってる、できる、教えるってね、聞いたことある人いますか？知ってる、聞いたことあるとかね、そんな風にね、コメント欄の方入れてほしいんですけども、ありがとうございます。割と聞いたことあるんじゃないかなっていう風に思うんですけれども、じゃん。これをね、知ってるって思ったけど、思った人ってね、知ってるって聞いたんだけれども、これ知ってるけど結局ね、教えるまでできない人が多い。何かっていうとね、人生においてこういう無料のセミナーでも YouTube でもショート動画でも何でも、知ってるって社に構えた時点で、マジでね、行動量が足りてない証拠なんですよ。知ってるって思った時点で、皆さんは行動量が足りてないの。これ分かります？すっごくシンプルなんだけど、そうなんですよ。知ってるって思って社に構えた時点で皆さんは行動量、アウトプットが足りてないの。これ断言なんですよ。知識を入れるだけ入れてできてないの。わかります？知識ばっか入れて、知識ばっか入れて、知ってるからやってるに一個にならないわけですよ。そうじゃないですか。知ってるがやってるにならない人。いつまで経ってもお勉強ばっかし続けてる人。知識メタボいい表現だね。そう、知識メタボなわけですよ。そう、知ってるが増えても行動が伴ってない。そうなんですよ。知ってるだけじゃやれてないんですよね。で不思議なものでね、できてないんですけども、そこがダメなんですよ。そう、インプットデブ、知識メタボっていうのはダメなんですよ。知ってるがやってないにならない限りダメなんですよ。わかります？知識メタボダメなんですよ。そうじゃないですか。知識メタボの人、インプットデブの人、そこがダメなわけですよ。でね、本当に知ってるからできる教えるに変えてる人ってこうなります。本当に知ってるからできる教えるに変えてる人ってこうなるんですよ。じゃじゃん。先週のね、ライブから参加してる方はね、なんか見覚えのある表現ではないでしょうか。知ってる、やってる、できる。借金、自転車装備、ちょっとだけある。まあまあある。たくさんある。生涯お金の不安がないくらいある。見覚えがあるよね。見覚えありますよね。さあ、先週のね、ライブ参加してくださった方は見覚えあるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとね、また少し話していくんですけども、結局ね、知ってるって言ってる人って知識メタボインプットデブなんで、お金の状態ニアリーイコールになってくるんですよ。
借金、自転車操業。そうじゃないですか。知ってるって。何でも知ってる。ショート動画見て知ってる。できてねえだろって、もう私の中で猛烈に突っ込むんですけど、知ってるってずっと言ってる人ってね、お金のね、財政状態もニアリーイコール、借金自転車操業になってるんですね。それが知ってるからやってるになった時点でちょっとだけあるとか、まあまああるになってきて、それができるよ、私っていう風になると、たくさんある状態になる。で、例えばそれがね、教えられるようになってくると、生涯お金の不安がないくらいあるわけですよ。だから、結局、知ってるってのは結局ずっと下に構えてるだけの話なんですよね。だから、結局、その自分のスタンス、生き方、心の状態、意識の状態っていうのが、財政状態にニアリーイコールになってくるんですよ。ね、見覚えあるよね。前回のライブではこういうふうに伝えました。病気とね、健康の状態になぞらえてみましょうと。さあ皆さんね、体の状態いかがですか？私はちょっと2週間ぐらいずっと風邪ひいてるんで、ちょっと正直病気の状態でもあるんですけども、まあ一時的なものだったりとかもするんでね、病気、未病、健康、超健康って時にね、ほとんどの方がね、健康ですっていうふうに言いました。じゃあね、じゃあ健康から超健康になりたいですかって言ってね、別にそんななりたい人いないんですよ。なぜかっていうと、健康でもう困ってないし、快適なわけですから。超健康っていうのは、もう快適で、もう元気なんだけれども、もっと自分のね、時間のパフォーマンスを上げたいとか、ハイステートにしたいとか、自分の短い人生を生き切りたい、楽しみ切りたいって思うからね、一日中健康のことを考えて、睡眠とか呼吸とか栄養とか運動とかそういうことを一日中考えてるから超健康だったりとかするわけなんですよね。お金のね、方もそうですよね。生涯お金の不安がないくらいある人って、すごくね、お金のこと大好きで、稼ぐことも大好きで、増やすことも大好きで、だからね、一日中お金のこと考えてるんだよ。だからお金の状態で言うと超健康になるんだよっていうことですね。で、結局病気の人、お金の状態で言うと病気の人っていうのは、お金のことを見ないんですよ。なぜならば、見ると怖いから自分がうまく使えてないこと、増やせないこと、自分がダメな人間だっていうことを、勝手にレッテルを自分で貼ってしまいそうになるから怖くて見れないんですよ。だから病気なんだよってことを話しました。確かに超健康がいいわけですよね。見覚えある、耳が痛い。そう。だから見ないっていうことが病気になってくるわけですよね。それはお金も一緒。自分を見ないからお金がなくなっていく。お金を見るっていうことは自分を見ることなんですよね。だってお金、潜在意識の法則から言うと、宇宙の法則から言うと、この目の前にあるものが全て自分の内面、意識が現実化したものなわけですから、お金がないっていうことは自分が何かしらできてないっていうことなんですよ。自分に何かできてないこと、至ってないことがあるわけなんですよ。だからお金がないっていうことになるわけなんですね。そう。だから健康状態、超健康状態っていうのは、心身ともに豊かで、物理的にも物心ともに満たされている状態っていうのは超健康なわけなんですよね。未来が病気とお金がないの原因なんですよね。そうですよね。だって、例えば、病気になぞらえるとすごくわかりやすいんじゃないかなと思うんですよね。糖尿病とか、じゃあ100キロのメタボとか。それって、いや、普通に見ればわかるじゃん。数値に書いてあるわけじゃないですか。でも、例えば健康診断に行かないのか、例えば尿の状態を見ないのか、むくみの状態を見ないのか、眼球の状態を見ないのか、便の状態を見ないのか、体の状態を見ないのか、見ないから病気になっていくわけですよね。すべては見ないが始まりなんですよ。見るが始まりなんですよ。見ないと良くなっていかないんですよね。健康状態、そうだよね。フィジカル、ボディのことを教えてる人とかだったらわかるじゃないですか。ちょっとなんか今日はどっかの動きが鈍いなみたいな感じで、体を観測、ボディスキャンしてるから、健康状態っていうのがつぶさに観察できるわけですね。お金も全く一緒ですから、つぶさに観察するっていうことなんですよ。直視するとわかるっていうことだ。だから、ちゃんと見るっていうことから全てが始まるっていうのは、もう健康も一緒、お金も一緒、潜在意識の方も一緒なんですよ。自分のことをちゃんと見るっていうことなんですよね。だから、病気とお金っていうのはすごく似ているからなぞらえられますよねってことね。全部一緒なんですよ。つまりですよ。で、貧乏になる人っていうのは、お金、行動、人間性だと思って、だからやりもしないで知ってるって言い続けてるんですよ。お金があればやるよとかね。お金があれば学ぶよとか。そういうふうに思ってるから、だからやりもしないでずっと知ってるって車に構えてね、その生き方が問題なんだよってことに気づかずにね、ずっとね、お金があったらできるお金が、だからお金がなくなるんだっていうことなんですよね。お金持ちになれる人っていうのは、人間性がとても重要だということを分かっていて、自分の内側とか心の状態とか心の豊かさとかっていうのが一番重要だということを知っているから、人間性に時間を使うわけですよ。意識のことに時間を使うわけですよ。そのことによって行動力も直結し、お金になっていくってことを知ってるんですよね。お金があればやれるよとは思ってた。うん。そう。だからね、健康状態が良くない人も、お金の状態が良くない人も、自分を見てないということは、もう根本的な大きな問題です。で、例えば体の状態になぞらえるとすごくわかると思うんですけど、なんで体の状態を見たくないかっていうと、自分の、例えばね、血圧が高いって分かってるとか、例えば自分の体重が多いって分かってるから、もうとにかくそれを見てしまうと、数値を見てしまうと、自分に烙印を押してしまうから数値とか見ないわけです、健康状態で。それとお金も全く一緒なわけですよ。自分に烙印を押したくないからずっと見ない。ずっと見ない結果、なくなっていくってことが起こるわけなんですよね。で、じゃあここからはね、すごくね、興味深い人が多いんじゃないかなと思うんで、行きたいと思います。自分でね、ビジネスをね、始めてるよ、始めたいと思ってるよ、始めたけどちょっと挫折しちゃったよ、みたいな感じでね、自分でビジネスっていうところにおいて、ちょっとステージをね、皆さんコメントの方でね、言語化していただけたら嬉しい。やってますとかね、取り組んでますとかね。
書いてくださいね。さあ、どんな状態ですか？皆さんの現在地です。自分でビジネスやってる。ビジネスしてます。やってます。してます。いいですね。自分でビジネスします。いいですね。そういった方にはとても興味深い内容だと思うんでね、楽しみにしててほしいなっていうふうに思います。やってなくてももちろん全然いいんだよ。でもね、本質的にはね、一緒なのでね、楽しみにしてほしいなっていうふうに思います。やってないです。講座を受けたが行動できずに終わりました。準備中のやつですね。はい。で、自分でビジネスを始めて、喜びの声はもらえてるって人は多いと思うんですよ。全員が全員ではビジネスやってるっていう人は多いではないかとは思うんですけども、自分でビジネスやってるっていう人ってね、お客さんの声、喜びの声ってめちゃくちゃ嬉しくないですか？どうですか？行動できましたとかね、すっきりしましたとかね、こんな変化がありましたとか、さあ、大丈夫、一番ダメなやつや。嬉しいです。ありがたいよね。嬉しいです。はい。でもね、こういう方もいらっしゃいませんか？全員ではないと思うんですけども、喜びの声はもらえてるけれども、思ったようにお金があんまりうまくいってない人いらっしゃいませんか？企業準備中してた。絶対ダメなやつよね。講座受講中とか企業準備中絶対掲げちゃいけないやつだからね。思ったよりお金は回ってないな。思ってる。喜びとか自己実現して自分がやりたかったことをやってお金がね、もらえるようになったらとても嬉しい。でも思ったよりお金もらえてないなって人結構いると思うんですけど、いかがですか？企業当社はずっとそうだった。もらえてないです。なるほどですね。これについて解説していきたいと思います。これはね、すごくね、一瞬混乱するとは思うけれども、確信をつくので、皆さんね、心をオープンにして待ってください。聞きたいですか？聞きたい。はい、ありがとうございます。聞きたいです。ありがとうございます。じゃあ行きたいと思います。なぜならば、幸せもお金も両方手に入れるには、感情のリターンを仕事の成果物にしちゃダメなんですよ。ちょっと混乱する言葉あえて使ってるんだけど、ちょっと分かりにくくて OK です。感情のリターンを仕事の成果物にしちゃいけないんです。じゃあ、感情の成果物って何かっていうと、なんとかさんのおかげです。なんとかさんのおかげでできるようになりました。すっきりしました。なんとかさんのおかげでこういう問題が解決しました。なんとかさんのおかげで、なんかすごく体がすっきりしました。なんとかさんのおかげでこういう変化がありました。っていうふうに言われて嬉しいっていうのが感情のリターンです。それを仕事の成果物にしちゃダメなんですよ。もう少し解説していきます。本当に幸せもお金も両方手に入れるためには、物やお金のリターンを成果物にしなきゃいけないんです。これがどういうことかというと、例えば個人事業でやってるような人だったら、それちゃんとお金をもらうってことなんですね。残業代とか評価でもらうっていうことなんですね。じゃあプラスもうちょっとくださいみたいな感じで言うっていうことなんです。女性によくあるのが、喜んでもらったからそれ以上もらわないんですよ。そうじゃないですか。喜んでもらったらもっともらえばいいだけの話じゃないですか。感情のリターンを得たことによって満足してしまうなっていうことなんですよ。感情のリターンでお客さんに喜んでもらったからそれだけで満足すなって話なんですよ。わかります？そう、サービス残業 NG です。それはお客さんにとってもいいこと何もないから。わかります？これね、やりたいことはやってるけどお金がうまく回ってない企業家全員そうだから。女性特にそう、感情のリターンで満足してしまうんですよ。じゃあね、感情のリターンでなぜ満足してしまうか。なぜだと思いますか？なぜ感情のリターンで満足してしまうと思いますか？そうそうそう、喜んでもらったからこれじゃもらわなくていいとかになっちゃうわけでしょ？もらえばいいだけの話だね。なんで感情のリターンを成果物にしてしまうか。役に立ってると思うから、次につながると思うから、みんな不正解です。なぜかというと、さあ、前回のライブのデイ3でも言いました。だんだん分かってくると思いますよ。家族のことが大事、仲間のことが大事、健康が大事の、その裏側に何が隠されてるかっていうと、お金よりも家族が大事、お金よりも仲間が大事、お金よりも健康が大事という前提が、家族が大事、仲間が大事、健康が大事っていうふうに言ってる人の前提になってるわけですよ。ということと、これはニアリーイコールで完全一致なわけですよ。喜んでもらえたからそれでいいって言ってる人って、喜んでもらうことの方がお金よりも大事っていうことを潜在意識で設定してるわけですよ。だからお金がもらえないんですよ。わかりますか？だからお金がもらえないの。お金を下にしてるんですよ。お金、これ大なり小なりちょっとわかんないけど、大なりか。感謝のリターンってことなんだよね。お金を下にしてるっていうことなんですよ。そうでしょ？喜んでもらえたっていう、あと、カッコで、喜んでもらえたからお金はいらないっていう脳内設定になってるわけですよ。でしょ？だからお金をちょうだいって言わないわけですよ。だからお金が回らないの。おかしいの。成果物でもらうのがビジネスですから。成果物でもらうのが起業というものですから。そうでしょ。いいことやった。役に立った。じゃあお金もらいなさいなのよ。だってそうでしょ？お金も健康も仲間も全部同じ状況で、全て同じだけ大切なわけだから。だから、喜んでもらったって、じゃあもらえって話なんだよ。なぜそういうことが起こるかというと、お金を下にしてるからなんです。そうじゃないですか。だから起業始めて、そりゃそうだよね。会社員とかパートとかやってると、エンドユーザーが見えないから、こういう、例えば個人
事業みたいなことやってセッションとかやり始めると、目の前でお客さんが喜んでくれるのすごく嬉しいわけです。その気持ちはわかる。だから、なんか、喜んでもらえて嬉しいってやりがいを感じるわけですよ。ここなんです。やりがいよりもお金を下にしてるわけですよ。やりがいとお金一緒にしなきゃダメ。これが自分でビジネスを始めて、お客さんに喜んでもらってるにもかかわらず、お金が回らない人の潜在意識の状態です。やりがいを上にするなと。やりがいとお金はイコールですから。わかりますか？そうじゃないですか。やりがいとお金は一緒なんですよ。同じ土俵の上なんですよ。お金をやりがいよりも下にしてる。そうじゃないですか。だからお金が回らないんですよ。そうでしょ。女性特にこれあるあるなんですよ。物やお金のリターンをちゃんと成果物でもらうっていうのがビジネスなわけですよ。当たり前なわけじゃないですか。やりがいよりお金をしてた。だったらお金回んないよ。本当にそれ。すごく大事です。だって全部大切なんだもん。全部一緒なんだもん。そうでしょ。だからね、感情のリターンを仕事の成果にする。イコール、お金いりませんっていう前提が隠されてるってことなんだからね。そうでしょ。家族が大事、仲間が大事、健康大事、やりがいが大事、イコールお金いりませんと一緒ですからね。そうでしょ。だからお金がないんだよ。だから貧乏なんだよ。お金を下にしすぎなんだよ。だからお金がないの。何度も言いますよ。目の前に現れてる現実が自分の脳内なんですよ。目の前に現れてる現実、目の前に現れてるお金、自分が持ってるお金の総量、それが皆さんの脳内設定、潜在意識、お金の設定、お金の器なわけなんですね。だから、すべてお金を下にして、お金を見ない。お金を見ないっていうことは自分を見ない。健康と一緒ですよ。お金を見ない、自分を見ない、体を見ない。だからお金が増えない。そしてお金を下にする。もう超シンプルな話ですから。全部お金の設定の話ですから。言ってしまえば脳内設定って生き方ですからね。ね。そういうことですよ。わかりましたか？結構シンプルに語れたと思うんですけど、いかがでしたか？自分でお金もらえたようになってから、これだけでも満足しなきゃね。もっともらえと。わかりやすいです。ありがとうございます。一緒全部。シンプルすぎて言いたい。うん。常に謝ってください。やりがいがあるならお金ももらえですよ。当然じゃないですか。喜んでもらってわーってサービス残業なんかしてる場合じゃないですよ。お金をもらえなんですよ。だってお金も同じだけ大切なわけだから。私と関わった人だったら聞いたことある人いません？お金ちょうだいってしょっちゅう言うじゃないですか。喜んでもらったらお金ちょうだい。なぜならば、がめついとかじゃないんですよ。健康とお金も家族も仲間も全部同じだけ大切だから。お金ちょうだいってよく言うでしょ、私。ね。それは全部同じだけ大切だから。健康が大切。もう私も同じ。I agree ですよ。同じ意見ですよ。だからそれと同じようにお金も大事なわけですよ。しょっちゅう言うわけじゃないですか。ね。見覚えありますよね。さっき7問のクイズみたいに出しましたけども、貧乏になる人は時間で働き、金持ちになる人は成果でお金を得るんです。だからここが結局、お金ちょうだいって言えない人っていうのは、時間で働くのがセットされすぎなんですよね。で、セットされすぎていてお金ちょうだいも言えないわけ。お金持ちになりたければ、皆さん一番最初に聞いたじゃないですか。皆さん幸せな経済従事になる人ですよねっていうふうに確認させていただきましたね。であれば、成果でお金を得るんです。喜んでもらったらお金をもらうんです。つまりお金をちょうだいっていうふうに言うわけですよね。そう。もらえない。なんでしょ？それでも不思議なもので自分にもめちゃくちゃやるわけですよ。喜んでもらえてからみたいな感じで、喜んでもらえたら金もらえなんですよね。でお金ちょうだいってキャラだなって思ってました。いやもうキャラになるぐらい、それぐらい健康大事だよねと一緒だからお金ちょうだいってね。うん。だからちゃんと成果に伴いお金か評価をくださいっていうわけなんだよね。7日間のメール講座プレゼント。詳細は概要欄から。